皆さん、こんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。今回は、ゆっくりポッドキャストの6つのエピソードを1つにしました。3時間もあるので、時間があるときにゆっくり聞いてくださいね。それでは、エピソード1から始めます。皆さん、こんにちは。レンのゆっくりポッドキャストへようこそ。ウェルカム。このポッドキャストでは簡単な日本語を話します。難しい日本語は使いません。簡単な日本語をゆっくり話します。ゆっくりね。ゆっくり話します。準備はいいですか？それでは始めましょう。はい。皆さん、元気ですか？僕はとても元気です。今日は天気がいいので、とても嬉しいです。嬉しい。昨日は雨が降っていたんですが、今日は晴れています。太陽が見えますね。天気がいいです。空が青いです。青い。天気がいいと、とても良い気分になりますよね。雨より晴れの方が好きです。皆さんはどんな天気が好きですか？雨？晴れ？曇り？雪？コメント欄で教えてください。今、僕はゆっくり日本語を話しているんですが、ゆっくり話すのって難しくないですか？ネイティブの言語をゆっくり話すのめちゃくちゃ難しいです。つい早く話してしまいます。特に日本人ってすごく早く話しますよね。早口です。たまに僕も理解できないことがあります。日本人でもわからない時もあるので安心してください。僕もたまに理解できないです。僕は今スペイン語を学んでいますが、スペイン語もすごい早いですよね。ネイティブのスペイン語は早すぎて全くわからないです。わからない。世界中の人がもっとゆっくり話してくれれば、言語学習も楽なんですけどね。ところで、皆さんは何人ですか？僕は日本に生まれました。なので、僕は日本人です。日本人。アメリカで生まれればアメリカ人。ベトナムで生まれればベトナム人です。皆さんの生まれた国は大きいですか？それとも小さいですか？中国やアメリカ、カナダ、ロシアは大きい国ですよね。あれ、
一番大きい国って何でしたっけ？ロシアですかね。日本はアメリカやロシアより小さいですよね。でも、実はそこまで小さくはないんですよ。外国の人は日本のことを小さい島だと思ってますが、実は意外と大きいです。ドイツやスウェーデンと同じくらいなんです。日本はとても細い国なので、小さく見えるんですよね。ちなみに、日本語ではアメリカというのはアメリカ合衆国のことです。US とも言うこともあります。他の言語ではアメリカっていうのはアメリカ大陸を意味するのですが、日本語では国のことを言います。アメリカ。なので、アメリカというのは大陸のことではなく国のことです。国。皆さんの好きな国は何ですか？僕はオーストラリアが大好きです。大学生の時にオーストラリアに行きました。パースという西にある町に行ったんですが、めちゃくちゃいい町でした。オーストラリアはすごい天気が良くて、海が綺麗でした。あと、ご飯も美味しかったですね。フィッシュ&チップスもたくさん食べました。あ、でも、フィッシュ&チップスってイギリスの料理ですよね。イギリス、わかりますか？ヨーロッパにある国です。イギリス。グレートブリテンとも言いますね。オーストラリアでは英語が話されているのもいいポイントですよね。オーストラリア人の方いますか？ Good day, Huru。オーストラリア大好き。僕はオーストラリア英語が好きなので、オーストラリアのスラングの本を買いました。スラングっていうのは、その国でしか使われない言葉、その国特有の言葉のことです。特に英語はたくさんの国で話されているので、スラングがとてもたくさんありますよね。ところで、オーストラリアとオーストリアってすごく似ていませんか？オーストラリアっていうのは、違う。オーストリアっていうのはヨーロッパにある国ですね。ドイツの隣にあります。首都はウィーンです。ウィーン。わかりますか？首都っていうのは、その国の中心の町のことです。
日本の首都は東京。韓国の首都はソウルです。オーストリアの首都はウィーンです。ウィーン。オーストリアとオーストラリアってなんで名前が似ているんですかね？知ってる人いますか？ヨーロッパに行ってみたいですね。ドイツでソーセージを食べたり、イタリアでピザを食べたり、スペインでパエリアを食べたいです。皆さん、ヨーロッパに行ったことはありますか？僕は行ったことがないです。行きたいなぁ。でも、ヨーロッパって物価が高いですよね。物価っていうのは物の値段のことです。ヨーロッパは物価が高いので、すべてのものが高いです。日本はヨーロッパと比べて物価が安いので、なかなかヨーロッパに旅行するのは難しいんですよね。逆にヨーロッパの人は日本に簡単に行けると思います。日本の物価は安いので、少ないお金で日本に旅行できます。あと、ヨーロッパって日本からすごく遠いので、飛行機代も高いんですよね。往復で15万円くらいです。往復っていうのは、行きと帰りの飛行機がセットになっていることです。往復で15万円もします。高いですね。でも、いつかヨーロッパに行きたいです。日本人ってドイツがすごい好きなんですよね。なんでですかね。車がかっこいいからですかね。車ね。BMW とか、ベンツとか、フォルクスワーゲンとかが有名ですよね。僕はドイツ語がとても好きです。発音がかっこいいです。なんか、おしゃれです。ドイツ語はとても難しいですが、いつかドイツ語もマスターしたいですね。今はとりあえずスペイン語に集中します。集中っていうのは一つのことを頑張ることです。集中ね。集中。皆さんはどうして日本語を勉強していますか？日本が好きだから？日本に住みたいから？日本語ってかなりマイナーな言語ですよね。そこまでメジャーではないと思います。スペイン語や英語、フランス語の方がメジャーで
たくさんの人が勉強しています。ちなみに A というのはイギリスのことです。なぜかイギリスだけ A という漢字を使います。イギリス語ではなくて英語と言います。理由はわかりません。皆さんはどうして日本語を勉強していますか？日本語を勉強する理由を教えてください。理由。なんで？みんな、まだ見てる？今日の動画はとても長くなりそうです。20分くらいになる予定です。20分。長いですね。20分間も外国語を聞くのって疲れますよね。疲れる。疲れたら休憩してくださいね。休憩っていうのは休むことです。疲れたら休んでくださいね。というか、まだ見てる人いますか？見てる？おーい、見てるかい？見てくれてありがとう。嬉しいです。高評価とチャンネル登録よろしく。僕の日本語遅すぎですか？ちょうどいい？もう少し早く話した方がいいかな。正直、どのくらいのスピードがいいかわからないんですよね。日本語を教えるのは難しいです。ちなみに僕は日本語の先生ではないです。日本語教師ではないです。教師っていうのは先生のことです。僕は日本語教師の資格を持っていません。なので、先生ではないんですよ。ただの日本人男性です。23歳の日本人です。でも、いつか日本語教師の資格を取りたいですね。正式な先生になりたいな。言語を教えるのって意外と難しいんですよ。自分にとって日本語は一番簡単な言語なので、何を教えればいいか、どんなスピードで話せばいいか、わからないんですよね。難しい。難しいですよね。むしろ、日本語はネイティブじゃない人の方が、日本語を教えるのがうまいと思います。学習者の視点で教えることができますから、日本語の教え方を勉強したいですね。視点という言葉の意味、わかりますか？視点っていうのは、どこから見るかということです。
学習者視点の日本語っていうのは、学習者から見た日本語という意味です。はい。かなりの時間話しましたね。この動画何分くらいの動画になるんだろう。すごく長い動画になりそうですね。まあでも、ポッドキャストって長いことが多いですよね。僕の好きなポッドキャストは最低1時間あります。少なくとも1時間。たまに3時間くらいのエピソードもあるんですよ。めちゃくちゃ長いですよね。僕のお気に入りのポッドキャストというのは、もちろん、ルークス・イングリッシュ・ポッドキャストです。前の動画でも言いましたよね。本当に面白いので、おすすめです。おすすめ。英語を勉強している人は、見てみてください。多分、世界で一番有名な英語のポッドキャストだと思います。世界一の英語ポッドキャストですね。いやー、かっこいいですね。世界一。僕も世界一の日本語ポッドキャストを作りたいですね。ナンバーワンになりたいですね。僕の夢です。夢。夢っていうのはやりたいことです。皆さんの夢は何ですか？ポッドキャストってみんな聞いていないんですけど、言語学習にとても効果的なんですよね。ポッドキャストは聞くだけなので、耳しか使いません。目は使わないので、他のことができるんですよね。ポッドキャストを聞きながら、いろんなことができます。例えば、散歩するとか、掃除するとか、皿を洗うとか、歯を磨くとか、外国語を聞きながら他のことができるので、とっても便利なんです。便利。皆さんもポッドキャスト聞いてみてください。世界が変わりますよ。世界が変わります。ポッドキャスト最高。よーし。そろそろ終わりましょうか。動画が長くなってしまうので、この辺で終わろうと思います。動画が長すぎると、皆さん飽きてしまいますよね。それに、僕も少し疲れました。疲れたし、お腹も空きました。このポッドキャストが終わったら、ご飯を食べようと思います。
マック行きたいな。マック行きたいですね。ジャンクフード食べたいです。はい。それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん、こんにちは。レンです。レンのポッドキャストへようこそ。僕の名前はレンです。レーソではないですよ。レンです。とソって似ていますよね。カタカナのとソ。僕の名前はレンです。レンです。このポッドキャストでは簡単な日本語をゆっくり話します。OK？ ゆっくりね。今回の動画から難しい単語を黄色にしています。黄色ね、黄色。黄色にハイライトした単語はワードリストにしています。ワードリストね。リンクから PDF をダウンロードできます。皆さん、準備はいいですか？それでは始めましょう。今日のテーマは1週間です。1週間。わかりますか？ 1 週間は7日です。7日。7ね。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、あと土曜日と日曜日。月、火、水、木、金、土、日ですね。はい。月、火、水、木、金、土、日です。上のカレンダーでは日曜日が一番最初にありますね。はい。上のカレンダーでは日曜日が一番最初にあります。話すときは曜日の日を省略することが多いです。省略っていうのは省くこと、言わないことです。月曜日から日を省いて月曜ということ。これが省略です。土曜日と日曜日は休みですね。基本的には仕事や学校はないです。僕が働いている会社も土曜日と日曜は休みです。休み。最高ですね。僕が一番好きな言葉です。休み。ちなみに皆さんは仕事がありますか？それとも学校がありますか？仕事をしている人を社会人と言います。社会人。働いている人です。こんな感じ。これが社会人です。学校に行く人のことを学生と言います。学生。皆さんは学生ですか？それとも社会人ですか？コメント欄で教えてください。僕は仕事があるので社会人です。会社で
働いています。僕は1年前までは学生でしたが、今は働いています。今の仕事は結構楽しいですよ。外国人の方々は、日本人は働きすぎるとか、日本で働くのは苦しいとか、そういうふうに思っていますよね。インターネットでも日本で働くべきではないという意見をよく見ます。意見っていうのは考えのことですね。意見。ある人が思っていることです。日本で働くべきではないという意見の人はたくさんいます。ですが、僕が働いている会社はすごくいい会社です。会社の人も優しいし、残業も少ないです。残業っていうのは会社のルールよりも長く働くことです。例えば僕の会社では6時まで働きます。なので、6時以降に働くと残業になります。残業って日本以外の国でもありますよね。日本は多分残業が多いですが、海外にも残業はあると思います。僕が働いている会社は残業が少ないので最高です。もちろん苦しい時もありますけどね。でもとてもいい会社です。ラッキーですね。ラッキー。運がいいです。運がいい。月曜から金曜まで仕事があって、土曜と日曜が休みです。土曜と日曜のことを週末と言います。週の終わりという意味です。週末のことを休日とも言います。休日っていうのは休みの日という意味です。なので、休日は仕事がないです。反対に、月曜から金曜の5日間のことを平日と言います。平日。平日は仕事や学校があります。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜が平日。土曜と日曜が休日です。休日。思うんですけど、5日働いて休みが2日っておかしくないですか？休みが短すぎです。短い。もっと休みが欲しいですよね。3日間休みたいです。3日。もう1日だけ休みを増やしてほしいです。4日間働いて3日間休みたいです。はい。まあでも、今の会社はとてもいいので、満足しています。満足。ですが、やっぱり学生の頃が一番楽しかったですね。特に
大学生の時は本当に最高でした。日本の大学って入学するのがすごく難しいんですよ。難しい。入学っていうのは学校に入ることです。日本の大学は入るのが本当に難しいです。ですが、逆に卒業するのは簡単なんですよね。卒業は学校を出ることです。卒業。日本の大学は入るのは難しいけど、出るのは簡単です。なので、入学できればすごく楽しいんですよね。僕は経済学部でした。経済について勉強していました。僕の大学、経済学部は授業も楽で、宿題もあまりなかったので、最高でしたね。経済学部はパラダイス経済と呼ばれていました。パラダイス知ってますか？パラダイスっていうのは天国ですね。天国。経済学部は天国でした。天国。本当にそう。僕はあまり経済の勉強はしていませんでした。代わりに英語やスペイン語を勉強していました。当時は外国語勉強にめちゃくちゃハマっていましたね。ハマるっていうのは、あることがとっても好きになってずっと続けてしまうことです。例えば、ゲームにハマるとか、アニメにハマるとか言いますね。僕は外国語にハマっていたので、ずっと外国語の勉強をしていました。いやー、楽しかったですね。YouTube でいろんな動画を見ていました。特に Easy German や Easy Spanish が大好きでした。皆さんも知っていますか？ Easy シリーズ。これです。これね。とても有名なので、多分みんなも知っていると思います。たくさんの言語がありますよね。言語。ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、あとロシア語とかが有名かな。Easy シリーズ。すごくいいですよね。街の人にインタビューする動画を作っています。あれはとっても面白いです。たまにスーパースローの動画があって、僕はそれをずっと見ていました。外国語を聞くのはとっても面白いです。大学生の頃は Easy シリーズを見ていろんな言語を楽しんでいました。皆さんももし他の言語を学んでいたら見てみてください。すごく面白いです。ちなみに Easy Japanese は昔あったんですが、今はもう投稿されていないです。新しい動画はないです。
10年前くらいの動画が少しありますね。10年前。すごく古い動画です。でも、その動画がすごい人気で、たくさんの人がまた動画を作ってほしいってコメントしていましたね。皆さんは見たことありますか？ Easy Japanese という名前のチャンネルです。古い動画ですが、とってもいい動画なので、見てみてください。100万再生されていましたね。すごいです。100万。ミリオンですね。ミリオン。100万。実は、僕は昔、Easy Japanese を作ろうと思っていました。大学生の時に、Easy German や Easy Italian を見ていて、僕も Easy Japanese を始めたいと思っていました。で、Easy German にメールを送ったんですけど、断られてしまいました。今は募集していないようですね。断るっていうのは No ということです。断る。募集っていうのは人を集めること、人を探すことです。集めるとか探すとか。それが募集です。今は Easy Japanese は募集していないみたいです。残念ですね。悲しいです。すごく人気のチャンネルなんですけどね。いつか僕が Easy Japanese を作るかもしれないです。街の人にインタビューする動画も作りたいですね。はい。皆さん、まだ見てますか？今回の動画もすごく長くなりそうです。30分くらいかな。30分。僕は長い動画が好きなんですよね。長い動画の方がたくさん勉強できるので、長い動画を作りたいです。僕が好きなポッドキャスト、ルークス・イングリッシュ・ポッドキャストも2時間くらいあります。2時間。2時間は長すぎですよね。ですが、短いより長い方がいいのかなって思います。皆さんはどのくらいの長さの動画を見たいですか？コメント欄で教えてください。どんな動画が見たいかも教えてほしいです。今度 Vlog 動画を作ろうと思います。楽しみにしていてくださいね。何の話をしていたか忘れてしまいました。何話してたっけ？大学の話かな？そうだ。大学の話ですね。大学生の頃は楽しかったな。日本の大学は入学が簡単で、卒業が難しいですが、海外の大学はどうですかね？アメリカやヨーロッパの大学は入学が簡単で卒業が難しいと聞いたことがあります。入学
してからとっても忙しいみたいですね。中国の大学は入学も卒業も難しいイメージがあります。中国は大変そうですね。中国は人が多いですからね。すごく大変だと思います。中国人の方いますかね？中国の大学は難しいですか？気になります。中国ってめちゃくちゃ勉強しているイメージがあります。YouTube やニュースでもよく見ます。こんな感じです。高校生が夜の10時まで学校で勉強している動画を見たことがあります。恐ろしいですね。中国の試験の名前何でしたっけ？高考だっけ？中国の大学入学試験の名前ですね。試験っていうのはテストのことです。テスト。わかる？テスト。入学試験っていうのは学校に入るための試験ですね。中国の大学入学試験は高考と言います。中国の人は賢い人が本当に多いですよね。努力家ですね。努力家。努力家っていうのはたくさん努力する人のことです。努力家。努力っていうのは頑張ること。ね。頑張ること。目標、ゴールを達成するために頑張ることです。僕の動画を見ている人は日本語をマスターするために努力していますね。皆さんは努力家です。努力家。ちょっと待ってください。今日の動画のテーマは1週間でしたね。全然違う話をしていました。そうですね。すいません。皆さんの好きな曜日は何ですか？曜日。やっぱり金曜日ですかね。金曜日が一番いいですよね。次の日から週末に入るので、金曜日、一番幸せな曜日だと思います。金曜日の夜かな。金曜日の夜。最高ですよね。金曜日。土曜日もいいですね。次の日が日曜日なので、次の日もお休みです。日曜日も休みなのでいいんですけど、次の日が月曜日で仕事があるので最高というわけではないですね。まあまあです。まあまあっていうのは悪くはないけどとてもいいわけでもないということです。まあまあね。10点中6点くらいかな。まあまあだね。逆に僕が一番嫌いな曜日は月曜日です。月曜日は好きじゃないです。嫌いです。本当に嫌い。月曜日はいつも気分が暗いです。暗い。どんよりします。皆さんも
おそらく同じですよね。月曜日が好きな人なんていませんよね。みんなもきっと月曜日が嫌いだと思います。実は今日は日曜日で、しかも夜なので、とても悲しいです。明日が来る。嫌だ。行きたくない。まあでも、動画を撮るのは好きなので、大丈夫です。大丈夫。動画を撮るのは結構楽しいです。楽しい。リフレッシュになりますね。自分の動画を見てもらえるのはとっても嬉しいです。見てるみんな。見てくれてありがとうございます。自分の動画が役に立っているっていうのはとてもいい気分なんですよ。なんか人のために何かするのってとても楽しいですよね。日本語学習の手伝いができて本当に嬉しいです。まだ見てる人いますかね？ここまで長いと最後まで見てくれてる人はいない気がします。見てる人いる？ここまで見てくれた人は好きな曜日をコメントしてください。好きな曜日。まあ多分金曜日かな。金曜日。はい。コメント待ってます。それでは今日の動画はこれで終わろうと思います。結構話したね。どのくらい話したんだろう。30分くらいかな。30分。うん。この後、友達と夜ご飯を食べに行きます。夜ご飯ね。お好み焼きを食べます。お好み焼き。知ってる？お好み焼き。大阪の食べ物ですね。これです。お好み焼き。めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。お腹も減っているので、早く食べたいですね。日本に来たら、ぜひお好み焼きを食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいですから。はい。では、今週も頑張りましょう。次の動画はいつ出そうかな。1週間に2本動画を出したいんだけど、結構難しいんですよね。まあ、1週間に1本は出したいですね。最低1本。できたら2本。はい。頑張るぞ。それでは、これで終わります。見てくれてありがとう。バイバーイ。皆さん、こんにちは。レンのポッドキャストへようこそ。元気ですか？このポッドキャストでは、簡単な日本語をゆっくり話します。今日は短い物語で日本語を勉強しましょう。物語っていうのはストーリーのことです。ストーリー。物語の題名、タイトルは鶴の恩返しです。鶴の恩返し。この物語は日本ではとても有名です。もちろん僕も知っていますよ。鶴っていうのは鳥の一種ですね。細くて白い鳥です。
こんな感じです。綺麗ですね。日本では鶴はとても有名で特別な鳥です。皆さんの国には鶴がいますか？恩返しというのは誰かが自分を助けてくれた時に自分もその人を助けてあげることです。恩を返すことですね。例えば、お母さんがいつもご飯を作ってくれるので、お礼にプレゼントをあげる。これが恩返しです。もらった優しさを返すことですね。はい。お母さん、お父さんには感謝しましょう。はい。今回の動画では、まず僕が物語を一回読みます。その後、単語や表現の説明をします。説明が終わったら、最後にもう一回物語を読みたいと思います。それでは、まず物語を読みましょう。僕に合わせてシャドーイングするのもいいですね。僕と一緒に声に出してゆっくり読みましょう。AI で物語のイラストも作ったので楽しんでください。AI のイラストが嫌いな人、ごめんなさい。それでは始めます。鶴の恩返し。昔、雪の降る寒い日、一人の若い男の人、太郎が山道を歩いていました。道の脇では、一羽の鶴が罠にかかって苦しんでいました。太郎は言いました。かわいそうに、すぐに助けてあげるよ。太郎は鶴をそっと罠から出して空に放してあげました。その夜、太郎の家に美しい女の人がやってきました。雪で道に迷いました。今夜だけ止めてください。太郎は女の人を家に入れ、暖かい火のそばに座らせました。次の日、女の人は静かに言いました。よければ私をお嫁さんにしてください。太郎はびっくりしましたが、二人はすぐに仲良くなり、幸せに暮らし始めました。ある日、女の人は言いました。これから布を織ります。でも、絶対に部屋を覗かないでください。太郎は約束しました。女の人は3日3晩部屋にこもって布を織りました。出来上がった布はとても美しく、村で高い値段で売れました。
しかし、太郎はだんだん気になってきました。どうしてあんなに細い体で、あんなに美しい布が折れるんだろう。ついに太郎は約束を破ってそっと部屋を覗いてしまいました。そこには痩せた鶴が自分の羽を抜きながら布を折る姿がありました。女の人は気づき、静かに言いました。私はあの日、あなたに助けられた鶴です。あなたに恩返しがしたくて人間の姿になっていました。でも、もうここにはいられません。そう言うと、女の人は鶴の姿に戻り、白い雪の空へゆっくり飛び立っていきました。太郎は外に立ち、いつまでもその鶴を見送っていました。はい、これで終わりです。物語の内容はわかりましたか？イラストもあるので、多分わかったと思います。わからなくても大丈夫ですよ。大丈夫。今から僕が一文ずつ丁寧に説明しますね。物語は青い文字で、説明は黒い文字で書きます。黄色いハイライトの部分をメインに説明します。はい。昔、雪の降る寒い日、一人の若い男の人、太郎が山道を歩いていました。雪っていうのは寒い時に降る冷たくて白いもののことです。雨と似ていますが、雪は雨よりも冷たいです。日本ではあまり雪は降らないですね。雪が降ったら子供たちは雪だるまを作ります。これです。これが雪だるまです。雪だるま。かわいいですね。太郎という名前はとても古い名前ですが、昔はかなり人気の名前でした。今は太郎という名前の人はほとんどいませんね。僕の会社に一人太郎さんがいますね。昔は人気でしたが、今はとても珍しい名前です。ちなみに太郎は男性の名前です。女性にはつけませんよ。はい。山道っていうのは山の道です。そのままですね。はい。山道。次に進みます。道の脇では一羽の鶴が罠にかかって
苦しんでいました。道の脇というのは、道の横のことです。脇。罠というのはトラップのことですね。右の写真が罠です。動物を捕まえるためのものですね。罠。はい、次に進みます。太郎は言いました。かわいそうに、すぐに助けてあげるよ。かわいそうというのは何かを見て助けてあげたいと思うことです。同情することですね。例えば、転んで泣いている子供がいたら、かわいそうって思います。はい。太郎は鶴をそっと罠から出して空へ放してあげました。そっとというのは静かにゆっくり優しくという意味です。例えば部屋で誰かが寝ていたらそっとドアを閉めますよね。うるさくならないように、起こさないように、そっと閉めます。話してあげるは、自由に動けるようにすることです。例えば、釣りをしているとき、小さな魚は離してあげますよね。海に返して自由にさせますよね。僕は釣りをしたことがないですが、多分そうですよね。はい。次に進みます。その夜、太郎の家に美しい女の人がやってきました。雪で道に迷いました。今夜だけ止めてください。はい。雪が降っていると、道がわからなくなりますよね。道に迷うというのは、どの道に行けばいいかわからないことです。自分がどこにいるのかわからないこと。それが迷うです。今夜だけというのは、今日の夜、一度だけ、一回だけという意味です。泊まるというのは、そこで夜を過ごすこと、寝ることです。旅行するときは、ホテルに泊まると思います。もし自分の家に女の人が来て、泊めてほしいって言われたら、皆さんどうします？僕は多分断りますね。ちょっと怖いです。物語の男性はとても優しいですね。はい。次に進みます。太郎は女の人を家に入れ、暖かい火のそばに座らせました。そばというのは近くのことです。火の近く、火のそばに座らせています。火っていうのは
ファイヤーです。赤色の熱いやつです。火。次の日、女の人は静かに言いました。よければ私をお嫁さんにしてください。太郎はびっくりしましたが、二人はすぐに仲良くなり、幸せに暮らし始めました。これすごいですね。2日しか会ってないのに結婚してしまいました。早すぎませんか？はい、このお話はフィクションなので、まあ、いいか。うん。はい。静かにというのは小さい声でという意味です。小さい声。小さい声ね。大きな声ではなく、静かに話す。自分の秘密を話すときは、静かに話すと思います。お嫁さんというのは、結婚する女性のことです。お嫁さんにしてくださいというのは、私と結婚してくださいということですね。妻や奥さんとも言います。ワイフのことですね。ワイフ。皆さんは結婚していますか？僕はまだ結婚していませんよ。いつか結婚したいですね。はい。ある日、女の人は言いました。これから布を織ります。でも、絶対に部屋を覗かないでください。太郎は約束しました。布を織るというのは布を作ることです。布は糸からできていますよね。糸。糸から布を作ることを布を織ると言います。少し古い表現ですね。僕は布を織ったことがないです。皆さんはありますか？覗くというのは隠れて見ること。覗く。覗く。気づかれないように見ること。あまりいいことではないですよね。覗くことは悪いことです。うん。犯罪になることもありますね。トイレとかシャワーを覗くことは犯罪ですね。絶対覗いてはいけませんよ。絶対ダメ。はい。約束というのは言われたことを守ること。言われたことに従うことです。約束に従うことを約束を守ると言います。反対に約束に従わないことを約束を破ると言います。覗くなと言われたら覗きたくなりますよね。はい、次に行きます。女の人は3日
2番、部屋にこもって布を織りました。出来上がった布はとても美しく、村で高い値段で売れました。3日3晩というのは、とっても長い時間ずっとという意味です。3日3晩ゲームするとか、3日3晩日本語を勉強するとかですね。たくさんの時間何かをすることです。3日3晩。部屋にこもるというのは、外に出ずにずっと部屋にいることです。僕も休日は部屋にこもっています。部屋にこもってアニメを見ています。雨の日は皆さんも部屋にこもりますよね。はい。次に進みます。しかし、太郎はだんだん気になってきました。どうしてあんなに細い体であんなに美しい布が織れるんだろう。ついに太郎は約束を破ってそっと部屋を覗いてしまいました。はい。太郎は約束を破ってしまいましたね。部屋を覗いてしまいました。とても美しい布だったので気になってしまったようですね。僕も覗くと思います。気になりますからね。だんだんっていうのは少しずつ徐々にという意味です。だんだん。すぐに気になったのではなく、少しずつ気になったということですね。細いっていうのは痩せているという意味です。反対の言葉は太いです。皆さんの体は細いですか？太いですか？はい。そこには痩せた鶴が自分の羽を抜きながら布を織る姿がありました。羽というのは鳥や虫が持っているものですね。羽があると空を飛ぶことができます。でも羽があっても飛べない鳥もいますよね。面白いです。女の人は気づき、静かに言いました。私はあの日、あなたに助けられた鶴です。あなたに恩返しがしたくて人間の姿になっていました。でも、もうここにはいられません。ついに覗きが気づかれてしまいました。以前助けた鶴が女の人になっていたのですね。姿を変えられるのは羨ましいです。
僕は鳥になりたいですね。空を飛んでみたいです。皆さんはどんな動物になりたいですか？恩返しというのはお礼に何かすることです。最初に説明しましたね。この鶴は助けてもらった恩返しに布を作っていました。はい。次で最後です。そう言うと、女の人は鶴の姿に戻り、白い雪の空へゆっくり旅立っていきました。太郎は外に立ち、いつまでもその鶴を見送っていました。鶴が帰ってしまいました。太郎が約束を破ったので怒ったのでしょうか。約束は守らないといけませんね。太郎は悲しい気持ちで飛んでゆく鶴をずっと見ていました。太郎、かわいそう。はい。以上が物語の説明です。最後にもう一度物語を読んで終わりたいと思います。少しスピードを上げて早く読みますね。では、いきます。鶴の恩返し。昔、雪の降る寒い日、一人の若い男の人、太郎が山道を歩いていました。道の脇では一羽の鶴が罠にかかって苦しんでいました。太郎は言いました。かわいそうに、すぐに助けてあげるよ。太郎は鶴をそっと罠から出して空へ放してあげました。その夜、太郎の家に美しい女の人がやってきました。雪で道に迷いました。今夜だけ止めてください。太郎は女の人を家に入れ、暖かい火のそばに座らせました。次の日、女の人は静かに言いました。よければ私をお嫁さんにしてください。太郎はびっくりしましたが、二人はすぐに仲良くなり、幸せに暮らし始めました。ある日、女の人は言いました。これから布を織ります。でも、絶対に部屋を覗かないでください。太郎は約束しました。女の人は3日3晩部屋にこもって布を織りました。出来上がった布はとても美しく、村で高い値段で売れました。しかし、太郎はだんだん気になっていきました。どうしてあんなに細い体で、あんなに美しい布が織れるんだろう。ついに太郎は約束を破って、そっと部屋を覗いてしまいました。そこには
痩せた鶴が自分の羽を抜きながら布を織る姿がありました。女の人は気づき、静かに言いました。私はあの日あなたに助けられた鶴です。あなたに恩返しがしたくて人間の姿になっていました。でも、もうここにはいられません。そう言うと、女の人は鶴の姿に戻り、白い雪の空へゆっくり飛び立っていきました。太郎は外に立ち、いつまでもその鶴を見送っていました。はい。ストーリーはわかりましたか？楽しかったですか？つまらない？正直、この物語は短すぎますよね。あんまり面白くないかも。楽しんでくれたら嬉しいです。もし楽しかったらコメントを書いてくださいね。コメントを読むのすごく楽しいです。この動画が人気だったら他の物語も読もうかな。それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。よう、お前ら。俺だ。今日も日本語ポッドキャストやっていくぜ。お前らに日本語を教えてやるから、俺についてこい。カモン。皆さん、こんにちは。レンのポッドキャストへようこそ。初めての人は、はじめまして。いつも見てくれてる人は、お帰りなさい。今日の動画では、男らしく日本語を話す方法について話します。皆さんは男性ですか？それとも女性ですか？僕は男性です。僕は男です。男。女性のことも女って言いますが、女っていうのは少し失礼に聞こえますね。男は問題ないんですけど、女とは言わないんですよね。女性って言います。覚えておいてください。YouTube で日本語を教えている先生って女性が多くないですか？男の先生って YouTube にはあまりいませんよね。なんでだろう。女の先生から日本語を学ぶと、どうしても女性っぽい話し方になってしまいます。女性のような話し方になってしまいます。YouTube のコメント欄でも、男の先生が少ないので、男らしい日本語を学びたいというコメントがありました。皆さんもかっこいい日本語を話したいですよね。なので、今回は男らしく日本語を話す方法
を教えます。男による男のための動画です。もちろん、女性も大歓迎です。Welcome。はい。今日の動画では、男らしい日本語の話し方と、男性がよく使う日本語の表現を紹介します。それでは始めます。と、その前に男らしくなるためにサングラスをつけたいと思います。これね、サングラスです。昨日サングラスを買ってきました。これ1000円でした。1000円。安くないですか？ 1000 円です。この安いサングラスをつけて今日の動画を始めます。それではサングラスをつけます。よいしょ。どうですか？男らしいですか？はい。準備ができました。まずは声です。声。わかりますか？男らしく話すには低い声を出す必要があります。高い声じゃなくて低い声です。低い声。一回やってみますね。皆さん、こんにちは。僕の名前はレンです。こんな感じ。低い声で話しましょう。OK？ もう一つのポイントは、日本語を話すスピードです。スピード。速さですね。日本語はゆっくり話しましょう。速い日本語ではなくて、遅い、ゆっくりな日本語を話しましょう。ゆっくり話すと、落ち着いてるように聞こえます。落ち着いてる。低い声でゆっくり話しましょう。次に、男らしい日本語の語彙、ボキャブラリーを教えます。語彙ってわかる？語彙。単語とか表現のことです。語彙。今日教える単語は全部で8つ、8個です。8個です。この動画を見れば、あなたもかっこいい日本語を話せます。多分、はい。その前に一つ注意点があります。今回紹介する単語はとてもカジュアルで少し失礼です。なので、先生や初対面の人には絶対に使わないでください。初対面っていうのは初めて会うことです。初対面。友達と話すときに使ってみてください。それでは一つ目の単語に行きます。一つ目の単語は俺です。俺。意味はわかりますか？俺っていうのは自分のことを
指す言葉です。英語の I です。私や僕も自分のことを指しますが、ニュアンスが違います。俺という言葉はカジュアルで男らしい言い方です。男性のほとんどが自分のことを俺と言います。たまに女性も俺を使いますが、あまり自然ではありません。基本的に男性だけが使います。女性は基本私を使います。私はすごくフォーマルで丁寧な言い方です。これは男性も使います。実際僕も会社にいるときは私を使っています。僕というのは私と俺の中間にあるイメージです。フォーマルすぎずカジュアルすぎない。ちょうどいい感じですね。動画内では僕も僕を使います。ですが、あまり男らしい言い方ではないです。なので、男らしい日本語を話したい人は、俺を使いましょう。ちなみに、日本語は自分のことを指す単語が本当にたくさんあります。俺、私、私、僕、オラ、オイラ、うち、わし。まだまだたくさんあります。ですが、基本的に私、僕、俺の3つを覚えておけば完璧です。OK？ 友達と話すときは、俺を使ってみてください。では、次の単語、いきましょう。2つ目の単語は、お前です。この単語は、相手を指す言葉です。英語の you ですね。you。お前も俺と同じくとてもカジュアルで強い言い方です。なので、仲のいい友達に使ってくださいね。他の言い方は、あなた、君があります。あなたが一番フォーマルで丁寧です。目上の人にはあなたを使いましょう。まあでも、日本語ではその人の名前で呼ぶことが多いですね。仲のいい友達にはお前を使うことがあります。男らしく話したいなら友達にお前を使いましょう。
お前の他に、おめえという言葉もあります。おめえは、お前よりもさらにカジュアルで砕けた言い方になります。自分のことは俺、相手のことはお前を使ってみてください。男らしいね。それでは3つ目いきます。長くなりそうなのでスピードアップします。はい。3つ目はあいつ、こいつです。英語のhe、she と同じです。第三者を表す単語ですね。あいつはその人が遠くにいるときに、こいつはその人が近くにいるときに使います。あいつは俺の友達とか、こいつは頭がいいみたいな感じです。あいつ、こいつは男性、女性の両方で使うことができます。ちなみに日本語で he は彼、she は彼女と言います。ですが、あまり使いませんね。日本では基本的にその人の名前を使います。名前ね。また、彼女はガールフレンドという意味もあります。彼女が欲しいとか、彼女ができたという場合は、ガールフレンドを意味します。それでは、4つ目いきましょう。4つ目は、お疲れです。これはすごく大事な言葉なので、覚えてくださいね。お疲れは挨拶です。挨拶。こんにちはとか、おはようと似ています。お疲れは昼と夜に使うことができます。便利な挨拶です。朝はおはようですね。お疲れを丁寧に言いたい場合は、お疲れ様ですを使いましょう。日本のサラリーマンがよく使う言葉です。お疲れ様。僕も使いますよ。友達に会ったら、お疲れと言いましょう。これだけですごく日本人っぽく聞こえます。5つ目は、うまいです。うまい。聞いたことがありますか？うまいは、美味しいの砕けた言い方です。ご飯を食べたときに、これうまいなと言います。美味しいという言葉はカジュアルな場面では使いません。代わりにうまいを使いましょう。あと、うめえという言葉もあります。うめえ。これは
うまいよりももっとカジュアルな言い方です。男性が使いますね。女性はほとんど使いません。うまいとうめえ。日本でご飯を食べたときに使ってください。6つ目は、やばいです。やばい。これはとても便利な言葉ですね。いろんな場面で使うことができます。一つ目の意味は、すごいとか、すごくいいです。ポジティブな意味ですね。二つ目は、とても悪いです。やばいは、いい意味も悪い意味もあるんです。主に若い人が使っています。例えば、チャンネル登録者3万人だわ。やばくね？みたいな感じです。この場合、とてもいいという意味です。やばいの他に、やべえがあります。意味は同じですが、より砕けた男らしいニュアンスです。やべえ。はい。7つ目は、マジです。マジ。意味は、本当という意味です。とてもにも似ていますね。マジは、本当よりも強く砕けた言い方です。日本の食べ物はマジでうまいとか、マジで眠いみたいな感じです。相手の言葉に驚いた時にも使います。彼女できたわ。マジでみたいな。いろんな場面で使えるので、ぜひ覚えておいてください。次で最後です。あと少し頑張りましょう。8つ目が、じゃあなです。これは別れの言葉です。別れの言葉。さようならやバイバイと同じです。男らしい人は友達と別れるとき、じゃあなって言います。さようならってあまり使いませんね。代わりにお疲れを使うこともあります。お疲れ。じゃあな。みたいな感じですね。はい。それでは今日の動画はこれで終わります。今日紹介した8つの単語を使えば男らしい日本語を話すことができます。ぜひ使ってみてください。それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。お疲れ。じゃあな。皆さんこんにちは。ベンのポッドキャストへようこそ。いやー、最近は本当に暑いですね。外に出たくないので、家の中で
動画を撮っています。今日はイマージョン学習について話します。皆さん知っていますか？イマージョン学習というのは日本語に浸って自然に学習することです。たくさんの時間日本語を聞いたり読んだりして日本語をスポンジのように吸収する学習法です。僕はイマージョン学習が大好きで、それで英語ができるようになりました。このポッドキャストを聞くこともイマージョン学習ですね。教科書で勉強するのもいいですが、個人的にはイマージョン学習の方が好きですし、一番効果的だと思います。なので、今日はイマージョン学習のメリットとやり方を紹介したいと思います。まず、イマージョン学習のメリット、良い点は大きく3つあります。1つ目は、自然な日本語を学べるです。実際の日本のコンテンツをたくさん見ることで、日本人の使う単語や表現が自然に使えるようになります。教科書の日本語はたまに不自然なものがありますよね。なので、教科書だけで勉強すると、少し不自然なロボットのような日本語になってしまいます。もちろん、教科書を使うことも大事ですけどね。二つ目は、ネイティブの発音が身につくです。発音。イマージョン学習では、とても長い時間、日本語を聞き続けるので、自然と正しい発音やイントネーションが身につきます。三つ目は、勉強しなくても文法がわかるです。たくさんインプットをすると、だんだん日本語のパターンが分かってきます。これは僕も英語で体験しました。例えば、I'm good in playing tennis。この場合、黄色に入る前置詞は at ですよね。I'm good at playing tennis。僕は教科書で学んだわけではないんですけど、なぜか at が正しいとわかります。これは僕が英語を聞き続けたからです。みんなも日本語をたくさん聞けば、日本語の文法やパターンがわかるようになります。このようにイマージョン学習は非常に効果的で、とってもおすすめです。ですが、学習に合ったコンテンツを見つけるのって難しいですよね。映画やドラマは
基本的に話すスピードが速いですし、字幕がない場合も多いです。映画やドラマは必ずしも言語学習に向いているわけではないと思います。僕も実際映画やドラマでスペイン語を学ぼうとしたときに、話すスピードがもう速すぎて、しかも字幕もなかったので、見るのを諦めてしまいました。諦める。スペイン語ってすごい速いですよね。自分のレベルに合ったコンテンツや学習を手助けする機能があれば、イマージョン学習は本当に楽しくなります。例えば、単語をクリックしてすぐに意味が確認できたら、学習体験はもっと良くなりますよね。ですが、こういう機能の重要性に気づく人はほとんどいません。では、次にイマージョン学習のやり方を説明しますね。自分の経験からお話しするので、このやり方が一番良いというわけではないです。イマージョンというのは、言語を大量に浴びることです。浴びる。基本的には、ターゲットの言語のコンテンツを消費することですね。僕のアドバイスは、好きなコンテンツと日本語を組み合わせることです。日本語学習で一番難しいことは、やる気、モチベーションを維持することですよね。維持。言語学習というのは時間がかかるので、すぐに成長を感じることはできないです。イマージョン学習だと、なおさら成長を感じづらいと思います。なので、やる気が続かなくて諦めてしまう人も多いです。諦める。諦めるね。言語学習で最も大事なことは、やめないこと、時間をかけることです。みんなもそう思いませんか？そう思いますよね。だよね。日本語はすごく複雑で難しいけど、いつか絶対マスターできるから諦めないでね。Never give up。頑張ろう。レインがみんなを支えるからね。レインがみんなを支えるからね。一緒に日本語の旅を楽しもう。はい。話がそれましたね。イマージョン学習のアドバイスの一つ目は、好きなコンテンツと日本語を組み合わせる。これはどういうことでしょうか？皆さんは趣味がありますか？日本語学習以外の趣味はありますか？例えば、あなたの趣味が筋トレ
おーって。筋トレで、YouTube でトレーニング動画やフィットネスの動画を見ているとします。もしそうなら、日本人のフィットネスインフルエンサーをフォローして、その人の動画を見てください。もちろん、日本語ですよ。で、もし旅行が好きなら、日本人の旅行 Vlog を見たり、ゲームが好きなら、日本人のゲーム実況者の動画を見てみてください。要するに、自分の趣味と日本語を組み合わせるんです。日本語を目的、ゴールにするんじゃなくて、趣味を楽しむための手段にするんです。手段。ね。目的じゃなくて手段です。自分の好きなコンテンツを見ていれば、日本語があまりわからなくても楽しめると思います。楽しむことが日本語をマスターする近道です。近道。動画が楽しければたくさん見れますよね。動画をたくさん見れば大量の日本語を頭にインプットすることができます。そのインプットがあなたの日本語を上達させるです。僕の場合、フィットネス動画が好きだったので、英語やスペイン語のフィットネス動画をずっと見ています。言語を学びながらフィットネスの勉強もしています。一石二鳥ですね。以上が一つ目のアドバイス。好きなコンテンツと日本語を組み合わせるでした。二つ目のアドバイスは、ポッドキャストを聞きまくれです。聞きまくれ。ポッドキャストをたくさん聞きましょう。皆さん、ポッドキャストは好きですか？僕はめちゃくちゃ大好きです。言語を学ぶ人にとっては最高の道具です。ポッドキャストはね。理由は、ポッドキャストは目を使わないからです。ポッドキャストは動画ではないので、映像はありません。映像。耳だけで楽しむことができます。いつでも、どこでも日本語をインプットすることができるんです。これすごいですよね。耳しか使わないので、ポッドキャストを聞きながら散歩したり、筋トレしたり、お皿を洗ったり、部屋を掃除したり、料理したり、シャワーを浴びたり、何でもできます。僕は大学生の頃、一日中ヘッドホンをつけていましたね。もちろん、ポッドキャストを聞くためにね。あと、ポッドキャストの素晴らしい点は、聞いてるだけで生産的な
時間になることです。これは僕だけかもしれないですけど、ポッドキャストを聞いているときは、外国語を学習できているじゃないですか。なので、ポッドキャストを聞いていると、自分は上手に時間を使えてる。散歩しながらスペイン語を学べてるって感じるんですよ。生産的な時間を過ごせているという感覚はメンタルにいいです。ポッドキャストを聞いていれば、電車に乗っている時間も勉強時間になるんです。これは本当に最高です。スマホさえあれば、いつでもどこでも日本語学習ができます。それが僕がポッドキャストをおすすめする理由です。本当におすすめ。マジでおすすめ。ちなみに、僕の動画もポッドキャストで聞くことができますよ。以前は Spotify だけで配信していましたが、今は Apple Podcast で聞くことができます。ぜひ聞いてみてくださいね。お願いします。ポッドキャストのプラットフォームってどこが一番人気なんですかね？わかります？ Apple Podcast が一番人気なのかな？よくわからないですね。とにかく、ポッドキャストで日本語をたくさん聞きましょう。そうすれば、あなたの脳がスポンジのように日本語を吸収します。吸収ね。スポンジになれ。スポンジになりましょう。最後に、イマージョン学習でよくある質問に答えます。あくまで、レンの意見だからね。そこは注意してください。一つ目、日本語が全く理解できなくても意味はありますか？いい質問です。結論としては、イントネーションや発音は良くなると思います。が、日本語の知識は身につかないと思います。なので、ある程度意味はあります。これ、僕も実際経験したんですよ。スペイン語勉強を始めたとき、ポッドキャストを聞いていたんですが、意味が全くわからなくて、聞くのをやめてしまったんですよ。内容が理解できないとつまらないですからね。でも、そのポッドキャストのおかげで、発音やアクセントはすごく上手になりました。なので、日本語が全く理解できなくても意味はあります。でも、あまり効率的な方法ではないと思います。はい。二つ目。アニメを見るとき、英語字幕をつけてもいい？基本的に日本語字幕の方が効果的です。なので、日本語字幕をおすすめします。ですが、
もしあなたが初心者で内容が何にも理解できないのであれば、英語字幕をつけるべきです。英語字幕を見ながらでも多少は日本語を身につけることができます。あと、内容がわからないと楽しくないんですよね。はじめは英語字幕でアニメを楽しんで、少し内容がわかり始めたら日本語字幕にしましょう。僕もスペイン語の時に、はじめは英語字幕をつけていました。何回も言いますが、言語学習で一番大事なのは、やめないこと、諦めないことです。日本語のインプットを楽しむことができれば、やめないですよね。なので、自分が一番楽しめる方法で、イマージョン学習を試してみてください。皆さんは趣味として日本語を学んでいると思いますので、やりたいようにやっていいんですよ。みんなの選択は完全に自由です。力を抜いて、ゆっくり確実に前に進んでいきましょう。そうすれば、いつかは目標を達成できます。日本語学習は苦しい時もあると思います。でも、僕が全力で皆さんをサポートするので、安心してください。今はまだあまり面白い動画が作れていませんが、これからはもっと面白い動画を作っていきます。楽しみにしていてくださいね。それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。じゃあねー。Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Soy Ren de Japón. Hoy voy a hablar japonés lentamente. Si entiendes lo que estoy diciendo, suscríbete ahora mismo, aquí, ¿vale? おっと、これはスペイン語ですね。僕のスペイン語、どうですか？このポッドキャストでは日本語を話すので安心してください。スペイン語ではありません。皆さん、こんにちは。レンです。皆さん、元気ですか？日本語を学ぶ準備はできていますか？日本語の旅を楽しむ準備はできていますか？いいね。今日のテーマは音読です。音読、知っていますか？音読っていうのは声に出して読むことです。それが音読です。例えば本を読むときに普通はこんな感じですよね。声には出さずに、ただ文章を見て読むだけ。これが普通の読書です。一方で音読は
こんな感じです。入社してしばらくの間は、所属する部署の先輩や上司とランチに行くことが多くなると思います。会社のこと、部署のこと、ビジネスマナー、社会人としての心得などを教えてもらう絶好の機会になるでしょう。こんな感じです。音読は文章を見るだけではなく、声に出して読みます。目だけではなく、口も使った読み方ですね。小学生の頃、たくさん音読をしていた記憶があります。学校では音読はよくありますよね。最近は皆さん音読していますか？実はこの音読、日本語学習にとっても役に立ちます。日本語を声に出して読むと、いろんな素晴らしい効果があります。今日は音読、声に出して日本語を読むことのメリットについて話します。メリットね。この動画を見ている人で、今実際に音読をしている人いますかね？僕の声に合わせてシャドーイングしている人いますか？たまにコメントでこのポッドキャストをシャドーイングに使っていると言われることがあります。今、シャドーイングをしている人、あなた、素晴らしいです。その調子です。シャドーイングも素晴らしい勉強法なので、皆さんもぜひやってみてくださいね。はい。それでは、音読の素晴らしい効果を全部で5つ話します。5個ね。この動画に合わせて実際に音読するのもいいですね。左にあるスクリプトを見ながら僕と一緒に日本語を声に出してみましょう。それではメリットの紹介に移ります。Let's go! 一つ目は発音、イントネーションの向上です。日本語を声に出して読むと発音やイントネーションが上達します。上達。これは実際に音読やシャドーイングをしている人は感じていることだと思います。実際に口を動かすことで日本語の発音パターンを自然に記憶することができます。日本語は発音やイントネーションが非常に大事です。イントネーションで意味が変わってしまう言葉もあります。例えば、雨と飴とかですね。雨と飴。他にも同じような言葉は同じだけど、イントネーション、アクセントが異なる単語はたくさんあります。そこで、イントネーションを鍛える手段として優秀なのが音読とシャドーイングです。本を声に出して読んだり、僕のポッドキャストに続いて声に出したりすることで、
あなたの日本語の発音はとても上手になります。発音とかって個人的にすごい大事だと思うんですよね。たとえ日本語がうまく話せていなくても、発音が綺麗だと、それだけで日本語上手だなって感じます。皆さんの言語でもきっと同じことだと思います。特定の国のアクセントがないっていうのは、ネイティブにとってすごいことなんですよ。でも、英語は違うかもね。英語はいろんな国で話されてるし、アクセントの種類はたくさんありますよね。まあでも、例えば、もし日本人が綺麗なイギリス英語を話していたら、イギリス人は驚くと思いますよ。そのくらい発音というのはコミュニケーションにおいて重要なんです。大事です。なので、皆さんも音読やシャドーイングを通して完璧な発音、完璧なイントネーションを身につけましょう。これが一つ目の効果。発音とイントネーションの向上です。では次いきます。音読のメリット、効果はまだまだありますからね。二つ目はスピーキング能力の向上です。向上というのは良くなること、向上することです。はい。音読をすると日本語を話すのが上手になります。これは実際に声に出して日本語を読むことがスピーキングの基礎練習になるからです。音読をすることでどんな文法が使われているのか、どんな単語を使うべきなのか、文章の流れはどうなっているのか、ということを確認することができます。ネイティブの日本語を真似るので、自然とネイティブの日本語が分かってきます。ネイティブの日本語を覚えることができます。これは無意識であることが多いですね。意識的にスピーキング能力が向上しているというより、無意識で正しい文法、単語が身につきます。そういう意味では、イマージョン学習とも非常に相性がいいですね。大量に日本語のインプットをして、たまに音読やシャドーイングをするのもおすすめです。おすすめ。僕も実際、英語をインプットで勉強しているとき、よくやっていました。好きな YouTuber の動画を見て、たまにシャドーイングをしたり、好きな本を声に出して読んだりしていました。外国語を声に出すことは絶対に効果があります。私が保証します。保証。もし効果を
感じなかったら、どうしようかな。もし、効果を感じなかったら、僕がアイスクリームを買ってあげます。僕を信じて音読をしてみてください。スピーキングが絶対上手くなります。やっぱり外国語学習で最も効果的なのはネイティブの話し方を真似ることだと思います。真似る。真似るというのは相手と同じことをすることです。例えば、友達の髪型がとてもかっこいいので、その髪型を真似たみたいな感じです。言語学習の本質は真似ることだと思います。真似ること。みんなも僕の日本語を真似しましょう。真似よう。今、シャドーイングしている人います？もしいたら、あなたは最高です。シャドーイングをしていなくても、もちろん最高です。いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうね。ポッドキャストから聞いている人もありがとうね。Spotify か Apple Podcast か。ありがとう。僕自身、ポッドキャストが大好きで、自分のポッドキャストを作りたかったんですよ。なので、ポッドキャストを聞いてくれると本当に嬉しいです。ポッドキャストアプリでもぜひ聞いてみてください。はい。話がそれましたね。今日のテーマは、日本語を声に出して読むことのメリットでしたね。はい。二つ目のメリットは、スピーキング能力の向上です。それでは次に進みましょう。三つ目は、リスニング能力の向上です。これは音読最大の効果だと思います。リスニングというのは聴解ですね。聴解、リスニングです。音読をたくさんすると、日本語を聞いたとき、その意味が自然とわかるようになります。外国語は聞けば聞くほどわかるようになっていきます。加えて、聞こえた日本語を声に出して読むと、その効果はさらに上がります。耳だけでなく、目や口、舌も使うので、あなたの脳がより日本語を覚えます。脳っていうのは頭の中にあるものです。わかります？脳。頭の中にある臓器。それが脳です。体をたくさん使った方が記憶に残りやすいです。また、同時に話すときの口の使い方も覚えることができます。音読って最高ですよね。最高だよね。そうだよね。そうですよね。僕は個人的に
初心者の時はアウトプットよりもインプットに集中するべきだと考えています。インプット。言語習得はインプットにより行われていると信じています。インプット仮説ですね。もちろん、アウトプットを否定したいわけではありませんよ。アウトプットも大事です。ですが、アウトプットを無理にするのは良くないと思います。初心者の時は、ネイティブと話すのは怖いですからね。無理してアウトプットする必要はないです。音読やシャドーイングはインプットでもあり、同時にアウトプットでもあります。耳や目を使ってインプットしながら、口を使って声に出すからです。なので、初心者の人にも非常におすすめです。聞くことと話すことを同時に鍛えることができるんです。ちなみに、鍛えるっていうのはトレーニングするということです。例えば、体を鍛えるとか、日本語を書く力を鍛えるという感じです。音読とシャドーイングであなたの日本語を鍛えましょう。僕があなたのパーソナルトレーナーですね。はい。パーソナルトレーナーです。厳しくいきますよ。一緒にムキムキな日本語を手に入れましょう。No pain, no gain. Let's go. はい。冗談です。自分のペースで楽しく学んでいきましょうね。自分のペースでね。はい。何の話してたっけ？何の話だったっけ？あれだ。音読とシャドーイングによってリスニング能力が向上するという話でした。日本語は特にスピードが速い言語なので、音読でリスニングの練習をするのはとてもいいアイデアだと思います。リスニングが苦手な人はぜひ試してみてくださいね。今、僕が話していることがわからない人、少しだけシャドーイングしてみましょう。気軽に挑戦していきましょう。はい。以上が音読の効果3つ目。リスニング能力の向上でした。はい。4つ目の効果は、記憶が定着しやすくなるです。記憶っていうのはわかりますよね。記憶。覚えていること。メモリーです。定着っていうのは、くっついて離れないこと。固定することです。定着。音読すると、記憶が定着します。忘れなくなります。何かを覚えるときは、なるべくたくさんの体の部位を使うといいです。体の部位というのは体の一部のことね。本を読むときは体のどこの部位を使いますか？そうです。
目を使いますよね。目を使って文字を読みます。ポッドキャストを聞くときはどうでしょうか？ポッドキャストを聞くときは耳を使います。では、音読では？音読やシャドーイングでは目と口と耳を同時に使います。3つも使うんです。見るだけ、聞くだけではなくて、実際に口を動かして声に出しますよね。音読をすると、耳と口と目から日本語がインプットされます。複数の方向から日本語を吸収するので、とても効率がいいです。ただ、黙って読む、聞くよりも覚えやすくなります。黙るっていうのはこうです。はい。これが黙るです。黙って読むよりも記憶に残りやすくなります。素晴らしいですね。音読やシャドーイングをすると脳が活発に働くので覚えやすくなります。活発というのは元気があること、勢いがあることです。わかりますか？活発。脳が活発になります。はい。これが4つ目の効果。記憶が定着しやすくなるです。はい。次で最後です。みんなまだ聞いてる？ここまで聞いてる人いるのかな？みんな聞いてますか？もし聞いてたらコメントで聞いてますって書いてください。お願いします。なんかちょっと不安なんですよね。みんな聞いてるのかな？聞いてたらコメントで書いてください。はい。コメント書いてくれたらすごく嬉しいです。ポッドキャストって一人で話し続けるので寂しいんですよね。誰かと話したいですね。友達と話す動画もいつか作ろうかな。期待していてくださいね。はい。さて、音読のメリット5つ目は、日本語に集中できるです。そうなんです。声に出して日本語を読むと集中できます。口を使うからね。まず、外国語を話すっていうのは、とても複雑な行為なんですよ。とても難しいことです。外国語を話そうとしているときは、外国語に集中するんです。というより、集中しなきゃ音読できないですよね。他のことを考えながら音読やシャドーイングってできないですよね。音読っていうのはそれくらい複雑なことです。故に日本語だけに集中することができるんです。皆さん、今集中してますか？集中しましょうね。集中。コメント欄を見てませんか？スクロールしてませんか？フォーカス。フォーカスですよ。集中。集中しましょう。集中することは日本語習得の近道、ショートカットです。
近道っていうのはショートカットね。近い道なので、早く日本語をマスターできるという意味です。近道。なのでみんな、集中しよう。フォーカス。僕も今、集中してますよ。動画撮影に集中しています。はい。これが音読することの効果5つ目。日本語に集中できるでした。最後におまけとして音読やシャドーイングのポイントを紹介したいと思います。僕個人のおすすめのやり方ですね。まず、音読やシャドーイングはやりすぎないこと。やりすぎないでね。やるとわかると思うんですけど、音読ってすごく疲れます。疲れます。口の筋肉が痛くなります。痛くなります。なので、やりすぎないでくださいね。2、3分くらいやるのがベストかな。そのくらいにしてね。音読は長くやりすぎないようにしましょう。僕は昔、英語でシャドーイングをしていたときに、30分のポッドキャスト全部をシャドーイングしようと思って諦めましたね。諦めました。めちゃくちゃ疲れました。疲れた。はい。なので、僕のポッドキャストでシャドーイングをするときも2、3分くらいにしてくださいね。やりすぎに注意。次のポイントは、同じものを何回も読むことです。繰り返すことです。言語学習においては、繰り返すことは最強の勉強方法なんです。何度も何度も繰り返すことで発音とか単語も覚えられます。一回シャドーイングするだけじゃなくて5回くらい繰り返すようにしてみましょう。もっとやりたい人は10回でもいいですよ。繰り返すことは日本語学習に非常に効果的です。なので僕の動画を何度も見て何度も音読してくださいね。最後のポイントは音読しているときに意味を考えることです。これはシャドーイングでも同じですよ。声に出しながらその意味を考えるとさらに効果的になります。でもそれってすごく疲れますよね。なのであまりやりすぎないようにね。無理のないように楽しく日本語を学んでいきましょう。僕が皆さんを全力でサポートします。僕がいるので皆さんは大丈夫です。大丈夫ですよ。僕がいますから。僕が皆さんをペラペラにします。頑張るぞ。それでは今日の動画はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。